皆さんこんにちは、ときまるです。今日は物が少ない人の買わない判断基準10個紹介します。どうしても物を買ってしまう人、ちょっと病気がちな人、ぜひ最後まで見てください。何か買いたいなと思った時にこの10個を思い出してみると少しは買い物が減るかもしれません。このチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていくミニマリズムの創造や哲学について発信しています。なぜ物を減らす方がいいのかについては他の動画でね、たくさん話してますのでぜひ見てみてください。簡単に言えば管理や掃除の手間が減るのでストレスが減ります。買い物が減るのでお金が貯まります。で、気分が良くなって仕事の能率が上がって収益が上がります。収入が上がります。ストレスがなくなると人にも優しくなるので人間関係も良くなります。とにかくいろんな好循環が生まれてきますので、何か人生に行き詰まっている人はまず物を整理する、物を処分する、なるべく買わないみたいなところを意識してみてください。早速いきます。一つ目、スマホで代用できないかを考える。特にクリエイティブで言えることなんですけど、何かをしようと思った時に、始めようと思った時に、今スマホでできることはかなり多いです。写真を撮ったりとか、絵を描いたりとか、文章を書いたりとか、音楽を作ったりとか、最近ではね、AI で音楽も作れます。スマホだけで。SNS で発信したりもできます。だから、かなりね、スマホでできることって多いです。でもやっぱりその作りたい欲がある人は、iPad を買いたいとかね、例えば新たな PC を買いたいとか、もっといいカメラを買いたいとか、そういうことが出てくるんですけど、これでまずできないかっていうことを確かめてみる。で、自分はよく有限性っていう言葉を使うんですけど、確かに素晴らしい道具っていうのは素晴らしいクリエイティブを生み出す種にはなります。それをうまくきちんと使いこなすことができればね。ただあえて道具をこれだけに制限することで、新しいワークフローが生まれたりとか、制作時間を短縮できたりとか、あえてその制限の中でやっていくっていうことが、物事や事業の継続を生み出したりもします。実際僕もこの YouTube の大半の動画はもうこのスマホで撮ってます。過去の動画見てもらえればわかるんですけど、大体ね、スマホで撮ってたりもします。それでもやっぱり4K 撮れたりするんで、全然その画質的には問題なかったりとか、むしろ晴天の屋外の状況では、これの方がバッチリその色が出るみたいなことも結構あるので、なんでそういうことを考えてみる。とにかくスマホで十分なことが多い。で、他にもさ、そのメジャーとかタイマーとかそういうものも入ってますよね。だから長さを測るときに、メジャー、だいたい使うと思うんですけど、完全に正確ではないけど、このスマホに入ってるメジャーで大体の距離とか長さは測れたりします。なのでまず自分が買おうと思っているものとか道具がスマホでできないかってことを考えてみるってこと。これが一つ目です。二つ目は、年間の使用回数が20回未満なら買わないというルールです。年間20回っていう基準は、30回でも別にいいんですけど、大体月にならすと2回ぐらいですね。月に2回以上使わないものは買わない。それはレンタルした方が良い場合があるということです。これも自分にとっては撮影機材だったりとか、あと照明だったりするんですけど、だいたいその特定の仕事にしか使わない機材みたいなものは自分で所有するよりレンタルした方が安く済みます。で、実際に使用頻度が少ないものを持つと、やっぱり家の中でそれだけスペースを取るし、で、バッグとかそういうケースとか保管ケースの中でスペースを取ってしまうので、そういう意味でも使用回数が低いもの、年間に20回使わないなっていうものは、買わないっていう判断がいいと思います。で、とはいえね、自分が持ってるものが全て年間20回以上使わないのかと言われれば、そうじゃないものもあります。それは、テントです。で、僕は結構自然の中に入るのが好きなんで、山系の道具持ってるんですけど、テントはね、基本的に冬山はやりません。なので冬は入りません。で、春、夏、秋の3シーズンなんですけど、大体多い時で月に2回か3回ぐらいですね、テント泊するの。で、行かない月もあるので、年間にならすと20回もテントは使ってないと思います。ただなぜ僕がこれを例外的に持っているかというと、そのテントというのは、あるなしでですね、その自分の体験できる領域が圧倒的に変わるからです。つまりテントがあると、山の中で一日を過ごすことができると。で、これは日帰りとは圧倒的なね、その自然体験の差が出ます。やったことある人わかると思うんですけど、その星を見たりとかね、その真っ暗な中で自分が何もない光の中で人間として生きる動物感覚を思い出すとか、そういう感覚っていうのは、一泊を何もない暗闇の中で過ごすことによって生まれると。で、それを経験するためにはやっぱりテントとかシュラフとかスリーピングシステムが必要になってきます。ただこれもレンタルでいいじゃないっていうことはできます。ただこれ後で話すんですけど、道具というのは全体性が大事で、そのテントを持つことに
によって自分がどれくらいの重量でバックパッキングできるかっていうね、そこバックパッキングで考えた時には、道具としてテントを持っておくことが、それが自分のハイキングスタイルとか旅のスタイルの改善とかね、それを深めたりすることにつながります。だからそういう意味で道具をあえて持つっていうことはそういう意味合いもあります。3つ目は持ち運べないサイズのものは買わない。はい、これです。やっぱり大きなものを買わない利点というのはその自由さです。これも結局バックパッキングにつながってくるんですけど、山の中に入るときは自分で持ち運べるものの量しか持つことができません。その中に食料とか水とか生活に必要なもの全てを運んで持ち歩きます。そうやって一人で全てのものを担いで山の中を歩く行為っていうのはものすごく自由を感じる行為なんですけど、日常生活の中でも同じことが言えます。ものすごく大きな家具とか重機とか備品とかそういうものを持っているとなかなか移動しづらくなるし、処分するのも大変になる。それは自分自身を縛っていることと同じで、身動きが取れなくなるというね、そういう不自由な感覚に陥りやすいです。最近は僕も物を増やすフェーズにちょっと入ってるんですけど、ただ基本的にはワンバッグワンライフというね、そういうスタイルを貫いています。それはバックパックの中に入るものだけ、持ち運べるものだけで暮らすっていうことを基本とすること。で、持ち運べないものとして車とか家も含まれますけど、それはちょっと大きすぎるので、ここでは考えなくてもいいかもしれません。厳密に言えばバッグに入らないものっていうことにはなるんですけど、それ以外の身の回りのもので今買おうとしているものが自分で持ち運べるのか、自分の力だけで移動させることができるのか、それを考えてみることは自分の所有する持ち物を選ぶ一つの判断基準になります。で、4つ目はデジタル化できるものは物理で買わないっていうこと。これは主に本とか紙とか、そういう書類系のものですね。で、最近は多くのものがデジタル化が可能になり、重さを気にせずに持ち運ぶことができるようになりました。で、僕も昔は音楽やってたので、CD とか DVD とかそういう物理のものをたくさん持ってましたね。で、そういうのってコレクター魂くすぐられるので、やっぱりなんか同じ版で2枚ね、違うバージョン持ってたりとか、とにかくたくさんあって、それを一気に手放したわけですけども、音楽というのは基本的に全てデジタル化しました。で、本に関してもほとんど紙の本を買うことはなくて、ただどうしても紙でしかないものってやっぱりあるので、そういう時は買うんですけど、なるべく自分の手元に置いているものは自分が必ず読む本とか、今直近に読んでる本だけにしています。で、あと本をデジタルで買うことに躊躇しなくなったのは、この影響が大きいですね。はい。e インクリーダーです。過去に紹介してます。この e インクリーダーを手に入れたことによって、これで紙と同じような感覚で読むことができるようになったので、電子書籍で手に入れることに全く躊躇しなくなりました。目も疲れないのですごく楽です。だから結局一つ電子端末は増えるんですけど、これを買った方が紙の本を買わないので、自分が持つ総重量的には減らせるっていう、そういう考え方です。5つ目は、いつか使うかもしれないものです。これは僕はなかなか思い当たることはないんですけど、ただやっぱ心配性な人とかは結構持ってるんじゃないかなと思います。いつか使うかもしれない。防災用の防災専用バッグとかね、例えば別にそれは自分が持ってる普通のバッグで代用できるものなのかもしれないのに、あえてね、その防災バッグみたいな商品を買ってしまうっていうこと。で、あとはいつかジェイソンごっこをしてみたいなってことで、チェーンソーとかをね、買うとか、もう危ないですよ。それは危ない。絶対やっちゃいけない。で、そういういつか使うは大体来ません。そしてそのいつかというのは来たとしても10年後、20年後、ものすごく先のことかもしれないので、部屋や倉庫に置いておくだけでそれはスペースを取ってしまって、埃をかぶって、そしていつの間にか忘れられてしまっています。物がかわいそうだし、使うお金も無駄です。で、6つ目の判断基準は、感情で買わずに、ちゃんと数値で判断するっていうことです。やっぱり衝動買いっていうものはあるとは思うんですけど、どうしてもやっぱその可愛いとかね、これかっこいいとかね、うわ、これ痺れるわと思って買ってしまうことってやっぱあります。そういうふうにこんまりさんみたいに物にときめくことはいいんですけども、そのときめいた時に、じゃあそれはどういうふうな効果があるのか、どういうふうなリターンが見込めるのか、それで自分の仕事の効率が上がるのか、そういうことを改めて考えてみることは結構大事です。感情で買わずに数値で判断する。つまり、それを使う回数だったりとか、使用時間だったりとか、どれくらい1日の間に使うのか、1ヶ月の間に使うのか、それを使うことで自分の時間がどれくらい削減できるのか、あるいはそれを買うことで収益に直結するものなのか、そういうことを考えると判断に迷わなくなります。今はやっぱり企業の売り方がすごいので、やっぱりね、一つの機材取ってみても、例えばカメラだったらおしゃれなストラップとかね、全く機能的にはつけていて心地よくないんだけども、なんかおしゃれでかっこいいストラップとかね、そういうものたくさんあります。だからそういう気分で判断するのももちろん物の選び方としては、ときめくものっていうのは大事なんですけども、それと合わせてですね、自分の機能面というか、本当にその数値でちょっと考えてみるっていうことをしてみてください。続いては、捨てる時のことを考える。はい、これです。7つ目はこれです。物を捨てるのはものすごく手間と時間と
とお金がかかります、実は。で、これ先ほどの話にもつながるんですけど、バッグに入らない大きなものであればあるほどに、基本的に粗大ゴミとかね、そういうものになったりとか、あとはリサイクルに出したりとか、どこかに発送したりとか、すごく手間と時間とお金がかかってしまいます。自分も最近ちょっと大きな粗大ゴミ出したんですけど、今東京都ではね、昔粗大ゴミ券ってあったと思いますけど、最近デジタルになってるね。で、区や県によってはわざわざ粗大ゴミ券を買わずに、もうデジタル上で決済して、ゴミを出せるっていう。だから少しは粗大ゴミを出すことがスムースになっています。でもこれが物を持たない自分にとってはいいことか悪いことかわからない。なぜなら、粗大ゴミ券を買うのがめんどくさいから、それをやるのが嫌だから物を買わないっていうことが起きていたのに、簡単にゴミを出せるようになると、いつでも捨てられるっていう感覚が働いて、逆に大きなものでも買ってしまうっていうことになるんじゃないかなっていうね。ちょっとそういう余計な心配してます。ただやっぱり捨てる時に面倒なものは買わない方がいい。で、大体ときめいた時とか何か買おうって思った時には、絶対捨てることまでは頭が回らないはずなんですよね。もう今それが欲しいってなっちゃうと、どうしてもね、後先のこと考えられなくなる人がいます。だからこそその時はこの言葉を思い出してください。捨てる時のことを考える、ちゃんと。捨てることをもうイメージして買う。8つ目は他人の価値観で買わないってことです。今 SNS をきっかけに物を買う人ってすごく増えています。で、僕も実際ミニマリストの持ち物何選みたいなものを紹介してますけど、それで買ってしまう人もいるでしょう。で、実際僕も他のミニマリストたちの紹介のアイテムを見てそれで買ったりもしていましたよ。でも他の人のを見ても自分でちゃんと考えているのであればそれは OK なんです。問題は瞬発的な SNS とか広告でそれに反応してすぐ何も考えずに買ってしまうのが危ないっていうことです。なぜなら SNS でこれがいいよっていう風に紹介しているものっていうのは自分の価値観ではなくて他者の価値観だからですね。他者の価値観を見てそこに自分を投影させて買っている。だから本当はそれは自分の価値観で物を選んでないということになります。だから誰かの見た目とか理想ではなくてそれは本当に自分にとっても必要なものなのかっていうのを一回自分の中で落とし込んで考えてみる。だから他人の価値観で買わない。自分の価値観で買う。これを心に留めておいてください。本当に所有する必要があるか、それは利用で代替できないか、これが9つ目です。自分で持たなくてもいいものってたくさんあります。本当に車とかもそうですし、プリンターとかもそうですし、もしかしたら本もそうかもしれません。今はシェアリングエコノミーやサービスの時代ですので、もういろんなものがレンタルで利用できてしまいます。自転車とかキックボードとか傘とか、あとモバイルバッテリーとかね、そういうものも全て外で借りられます。で、本も買わなくても図書館で読める可能性もあるし、プリンターを買わなくてもコンビニで利用することはできる。もちろんそのプリント代っていうのはちょっと高くなるかもしれないけど、プリンターを買って大きなスペースを家で取らせるよりは総合的なコストは安くなったりします。イリーチ的に言うコンビビアルな道具っていうのは世の中に溢れているってことですね。そして所有することはメンテナンスや管理というコストを生みます。やっぱり持っていると自分で掃除したりとか調整したりとか修理したりしなければなりません。で、その時間というのは結局自分の体を使ってやっているわけで、それはコストであり、つまり負債であるっていうことができます。だからこれから買おうとしているものが本当に所有する必要があるのか、それは外で利用するじゃダメなのか、それを一度考えてみてください。最後は既存のシステムに組み込めるかということです。これは自分の持ち物のシステム全体で考えるということです。これ僕の例で言えばいろんなものがあるんですけど、例えば撮影システムだったりとか、文章を書くシステムだったりとか、あとはバックパッキングのシステムだったりとか、大きくはその生活のものとして全部が統合されているような状態になるんですけど、特にその持ち物が70個とか60個になってくると、それを全て一緒くたにして一つの大きなシステムとして考えます。で、そのシステムで考え始めると何かを新しいものを入れた時に他のものとバランスが悪くなるみたいなものが必ず出てきます。それは機材と機材の接続性の問題だったりするかもしれないし、わかりやすい例で言えばライトニングケーブルと USB-C の機材が混ざっているとかね、そういうことです。で、やっぱりよくありがちなのが新しいガジェットを入れるとそれ用のケースとか、それ用のポーチとか、それ用のケーブルとか、何々専用みたいなアイテムが増えてしまうんですよね。だからやっぱりそのものっていうのは何か一つで存在するわけではなくて、自分の持ち物の全体性によって成り立っていると。システムで成り立っているっていう考え方をちょっとしてみてください。これアクセサリーとか服にもよく言えることです。例えば自分が好きでつけてるそのジュエリーがあったとして、何か新しいアクセを違う指につけたいとする。そうした時に他でつけているものとバッティングしないかとか、一緒につけられるかとか、そういうことで全体性を考えてみると。で、何かを入れるこ
ことによってその自分のスタイルとか自分のバランスが崩れるようなものって結構あるので、そうすると新しく入れた買ったものに対してまた全てを買い替えるみたいなことが起きてしまいます。それは10年に1回とかね、自分の新しいスタイルを見つけたりとか、スタイルの刷新みたいなところでそれを使うのはいいかもしれないんですけど、それを毎月とか毎年とかやってるとものすごくお金もかかって買い物も増えて大変だっていうことです。なのでちょっとこの10個目はちょっと概念的でちょっと難しい感じはするんですけど、システム全体で考えてみるっていうことですね。はい、ということで今日は私の物を買う時の判断基準10個解説してきました。全体的に総合して言えることは、所有するっていうことは時間を奪うっていうことです。所有するよりも買わないことで得られる空間的、そして時間的、そして精神的な余裕の方を大事にしていく。買わないことで得られる空白こそが最大の資産であるというふうな考え方。それが一つのミニマリズムだと思っています。最近新しいポッドキャストを始めました。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。そして自分の制作の裏側とかミニマリズムのちょっと深い話なんかはコアメンバーシップでしてますので、そちらもぜひご参加ください。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。